こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和6年度補正予算で成立をして新しく作られる補助金をご紹介をしていきたいと思います。2025年新しく作られる補助金は新事業進出補助金と言われるものになります。まだ詳細出ていないので概要で分かっている部分だけのご紹介にはなりますけれど、こちらの新事業進出補助金概要を知っていただいて2025年公募がスタートをしたところからスムーズに申請ができる準備をしてほしいと思います。新型コロナウイルス感染症流行時にですね、新しく作られた補助金として事業再構築補助金というのがあり、非常に多くの方が申請をしたかと思います。一方で問題点もかなり指摘はされた補助金ではありますけれど、この事業再構築補助金の後継の補助金として作られたものというニュアンスが非常に強いと感じております。今回の概要ですけれど、新事業進出補助金の概要、今分かっている部分に関してご紹介をしていこうと思います。そしてこの新事業進出補助金で一つ気になるのが一般事業主行動計画に関わる記載がありますので、この一般事業主行動計画とはどういったものなのかについて解説をして、この新事業進出補助金以外の補助金に関して少しご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。今回ご紹介をする新事業進出補助金ですけれど、こちらは中小企業庁の方の令和6年補正予算案に記載をされていたものになります。中小企業、小規模事業者関連予算として予算が組まれた持続的な賃上げを実現するための生産性向上、省力化、成長投資支援ということで、その中にあるのが新事業への進出に関わる支援の推進ということで、新事業進出補助金の創設という形になります。そしてですね、既存の基金の活用という記載がありまして、こちらはですね、単年予算ではなく基金方式で多分数年単位で、継続的に行っていくという事業再構築補助金と同じ方式という形で考えているようです。そして、この補助金の上限ですけれど、従業員数によって上限が違うようで、原則として20人以下の場合は、補助金額は2500万円、そして最大7000万円という形になっています。また、下限はですね、750万円となっていて、なおかつその他、賃上げの特例の事業者等ですね、そういった部分の特例があった場合は加算がされるという形。また、補助率に関しては一律2分の1となるようです。今現状このようなところが分かっているといったところで、ではこの補助金どういうふうに使っていくのかと言いますと、中小企業、小規模事業者の成長につながるような新事業の進出、事業の転換を重点的に支援をするための補助金という形になっておりまして、内容的には事業再構築補助金とあまり変わらないのかなというのが個人的な感想です。ではもう少し詳しく新事業進出補助金見ていきたいと思いますけれど、基本的な要件として出てきているのが、事業者にとって新製品または新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦であることということで、こちらもですね、事業再構築補助金における事業再構築指針と少し類似をしたような、コメントになっているという状況。そして基本要件の丸4としては、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表というふうになっていて、これらの要件をすべて満たして3年から5年の事業計画を作成をするとなっております。今までですね、補助金の中で一般事業主行動計画といったところがなかったので、今回新たにこちらが加わっているので、かなり補助金の作成以外にも一般事業主行動計画も作成しなければいけないということになってくる。
そして補助期間に関しましては14ヶ月、そして採択の発表から16ヶ月ということで、単年予算ではないので年度またいでの補助事業期間というのが設定されるので、少し長めの設定の補助期間、取り組み期間という形になっている。そして補助対象経費で気になっているのが建物費といったところが入っておりまして、他の補助金ではほとんど見ないんですけれど、こちらによってですね、新築だとか改修にも活用ができるという形になる。そして、その他のところで気になったのが収益納付ですね。こちら、他の補助金ではほとんどこちらの内容があるんですが、この新事業進出補助金では収益納付がないということで、補助金を活用して、いわゆる利益が出た場合はその一部を返せというものが収益納付になりますけれど、この補助金においてはこの収益納付の規定はないといったところがポイントではないかというふうに考えております。ではですね、この基本計画、基本要件の中にある一般事業主行動計画ですけれど、こちらどういったものなのかについて見ていきたいと思います。以前も他の動画ではご紹介はしているんですけれど、一般事業主行動計画というのは次世代育成支援対策推進法という法律に定められているもので、いわゆる時限立法と言われるものになっております。こちらはですね、次の世代、次代の社会を担う子供が健やかに生まれて育成される環境を整備するために定められた法律で、2025年までの法律だったんですが、こちらは延長されておりまして、2035年までとさらに伸びているといった状況。この法律においてですね、常時雇用する労働者が101人以上の会社においては、労働者の仕事と子育てに関する一般事業主行動計画の策定と届け出、そして外部への公表、労働者への周知というのが義務付けされています。そして2025年4月からですね、この公表内容が少し変わってくるということで、今現状101人以上の会社で一般事業主行動計画の策定義務のある会社はですね、改正内容に関してもよくチェックをしてほしいと思います。では、この一般事業主行動計画作成にあたってどのようなことを行うのかですけれど、まずはですね、自社の現状や従業員のニーズを把握をしてくださいということになっております。現状や従業員のニーズどんなことかと言いますと、現在の支援制度に対する満足度ですとか、両立で苦労している点、そういったところなどのニーズを把握をして、それに対して、例えばワークライフバランスの支援をしていくですとか、労働時間の短縮化を進める。また、年次有給休暇の取得促進を進めていくなどの計画を作る。もちろん数値目標というのも入ってきますけれど、このようなものを作って届け出をして公表をするというのが一般事業主行動計画ということになります。これですね、2025年4月から、101人以上の会社の一般事業主行動計画の公表内容が少し変わるところもありますので、これに合わせて今現状あるくるみん認定ですね。こちらの認定の内容も少し変わってきますので、子育てに関する認定制度としてのくるみん認定取得をしようと考えている企業はですね、くるみん認定の認定要件の変更についてもよくチェックをしてほしいと思います。そして、その他の補助金としてですね、まずは中小企業省力化投資補助金というのがあります。非常に低迷をしていてあまり使われない補助金ではあるんですけれど、こちらですね、2023年、令和5年の補正予算から成立したもので、IoT ですとかロボットなどの付加価値の向上、生産性向上に効果的な汎用製品というのをカタログから選択をしていくというもので、それによって効率化、生産性向上をしていって賃上げにつなげていこうといった補助金ではありますけれど、いかんせんですね、カタログが少ないと。そして汎用性が低いと。そしてカタログの更新頻度が低いといった、かなり少し不評な補助金ではあって、低迷はしているんですけれど、こちらはですね、2024年の予算で5000億円つけておりますので、3年間、令和8年までの限定の補助金となっております。また、一般的によく使われるのは、小規模事業者持続化補助金です。こちらにつきましては、2024年補正予算で3400億円の予算を取っております。
枠としては、一般型、創業型、共同協業型、ビジネスコミュニティ型と、ありまして、今回ですね、新たに見直しをされるということで、特別枠が少し整理をされているといったところ、そして、また原点回帰と書いてありましたけれど、事業計画の内容自体を重視するというふうに記載がありますので、しっかり事業計画を作成をしてほしいと思います。今現状ですね、小規模事業者持続化補助金の次の公募のタイミング、まだ公表されておりませんので、この内容、小規模事業者持続化補助金を申請しようと思っている方は、事業計画の練り直し、再度見直しというのをしてほしいと思います。そして、注意点とまとめになりますけれど、新事業進出補助金ですね。まだ公募始まっておりません。詳細も出ておりません。早くてですね、2025年6月頃かなというふうに考えております。そして、基金方式で行っていく関係で、複数回公募がある、というふうに思っております。そして、補助金活用にあたってですね、今現状人手不足といったところがまずあるかと思いますけれど、人材の充足率というのが約 10% というふうに言われております。そして今後一層人手不足というのを深刻化をしていく、と考えておりますので、補助金を活用していただいて、設備投資による生産性向上、それによる賃上げ、としてね、従業員環境の整備というのを進めていってほしいと思います。次年度のですね、投資計画というのを早めに作っていただいて、事業計画概案をまず作ってください。公募スタートをしたらスムーズに申請できるような形で進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。